みんないい子にしてたのだ。済んだもんなのだ。今日は緑豊かなあの国、アイルランドをご紹介するのだ。ところでみんな、アイルランドにまつわる、とってもびっくりな秘密を知ってるのだ。実は、アイルランドには野生のヘビが全然いないのだ。伝説だと、聖パトリックっていう人が島からヘビさんたちを全部追い出しちゃったらしいのだ。なんだかファンタジーみたいでワクワクするのだ。そして、今日お届けするニュースは全部で3つなのだ。中でも特に注目してほしいのが、3つ目のニュースなのだ。今回こそ、戦争を終わらせる停戦合意となるのだろうかという記事で、最近発表されたイスラエルとハマスの停戦合意について詳しく見ていくのだ。人質の解放や捕虜の釈放が予定されているんだけど、その裏にはたくさんの難しい課題が隠されているみたいで、本当に平和は訪れるのか、済んだもんも真剣に考えちゃうのだ。今日の動画もみんなの役に立つ情報がいっぱいなのだ。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。それでは今日も一緒に世界の絵馬を見ていくのだ。今回はアイルランドをご紹介するのだ。ヨーロッパ西端に位置する共和制国家で、首都はダブリン、人口は約500万人なのだ。かつてイギリスの支配下にあったけれど、苦難を乗り越え独立を勝ち取った歴史を持つ国なのだよ。IT や製薬といった先端産業が盛んな一方で、ケルトの伝統、文学や音楽が深く根付いているのだ。雄大な自然も魅力で、ギネス片手にパブで語らう温かい文化は、訪れる人々を引きつけるのだ。近年は EU 加盟国として目覚ましい経済成長を遂げ、国際社会での存在感を増しているのだ。歴史と現代が調和した魅力あふれる国、それがアイルランドなのだ。一つ目のニュースなのだ。速報、ハマス、停戦期限前にイスラエル人捕虜20人全員を解放という記事なのだ。みんなにニュースなのだ。ガザでの停戦期限が来る前に、ハマスがイスラエル人質20人全員を解放したのだ。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、この人質解放を新しい道の始まりだと話しているのだ。ガザ地区の中心部では、ハマスのあるカッサム旅団の隊員が警護する中、人質を乗せた車が移動していたのだ。この出来事が平和への大切な一歩になることを願うのだ。二つ目のニュースなのだ。ハマス、最後の13人の人質名を公表という記事なのだ。みんな、とっても大切なニュースがあるのだ。ガザ地区から済んだもんが伝えるのだ。ハマスが停戦の期限が来る前に、イスラエル人の捕虜さんをなんと20人全員解放したのだ。これは本当にすごいことなのだ。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相も捕虜の解放は新しい道の始まりなのだってコメントしているのだ。春、カッサム旅団の人たちが見守る中、捕虜さんたちは車に乗って中央ガザ地区の道を進んでいったみたいなのだ。このニュースはコナー・ポープさんが2025年10月13日に報じたのだ。今回の解放がイスラエルとハマスの間の衝突が少しでも良い方向に向かうきっかけになるといいな。でずんだもんは心から願っているのだ。この一歩が平和への大きな道につながると信じているのだ。三つ目のニュースなのだ。今回こそ戦争を終わらせる停戦合意となるのだろうかという記事なのだ。最近、イスラエルとハマスはカイロで停戦合意を発表したのだ。最初の段階では、イスラエル軍の撤退と人質の解放、そして多くのパレスチナ人捕虜の釈放が予定されているのだ。でも、人気のパレスチナ人リーダー、バルグーティ氏の釈放をめぐって、もう意見が食い違っているのだ。これまでの停戦交渉も、イスラエルやネタニヤフ首相によって何度も阻止され、戦闘が再開されてきた歴史があるのだ。ネタニヤフ首相は、
戦争は何十年も続くと語っていたこともあったのだ。今はトランプ氏の計画に合意したけど、この計画にも大きな課題がたくさんあるのだ。イスラエル軍がガザからどこまで撤退するのか、そしてハマスの武装解除をどう進めるのかが特に難しい問題なのだ。ハマスはもし完全に武装解除されたらガザが混乱したり、イスラエルが永久に占領するんじゃないかと心配しているのだ。だから攻撃兵器は手放すとしても防衛用の武器は持っていたいと考えているのだ。さらにガザの将来の復興や統治についてもこの計画はとても曖昧なのだ。ハマスは関与しないとされているけど、パレスチナ自治政府の役割もはっきりしないのだ。独立したパレスチナ国家にとって重要なガザとヨルダン川西岸の再接続やガザの封鎖解除についても計画では何も触れられていないのだ。だから本当にこの合意が戦争を終わらせるのか、まだ安心できないのだ。今回は歴史と自然、文化が息づくアイルランドの魅力に触れたのだ。ニュースではガザの人質解放は平和への光が見えたけれど、停戦合意には多くの課題があることを知ったのだ。それでもズンダモンは争いのない未来を信じたいのだ。みんなも一緒に平和を願うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。